服装家の西野壮太と申します。2年生で服作りを総合的に学べる科でして、魅力的な部分として挙げられるのがやっぱ2年生なんですけども、それだけではなく3年目に見学をする選択もできて、いろいろ自己選択できるっていうのが服装家の特徴かなって思います。学科は結構250人ぐらいいて大所帯で、同じ学年なんですけど、現役で入ってきた子もいれば、僕みたいに大学を出てから来た子もいれば、就職してから来た子だったり、いろんな国籍の子もいるので、すごい和気あいあいとしてて、いろんなことを仲良くできる明るい学科ですね。自分の周りは結構3年目の方に進学する子が多くて、就職してる子で言うと縫製の方に進む子だったり、あとはスタイリストだったりデザインだったりっていう風に、もう本当いろんな多種多様な進路を自分で選んで決めてるなって感じですね。今内定いただいているのが株式会社山陽商会でして、でその職種としては総合職なんですけれども、総合職で1年間とりあえず販売をやって、そこから MD だったりプレスだったりとか、そういう風に職場の中で移動していく形ですね。大学4年経てどうしようってなった時に、やっぱ2年間っていうのがすごい魅力的で、自分が学ぶにあたって1年ではやっぱりなかなか分かってきたなで終わってしまうなと思ったので、もうプラス1年学べるこの2年生のコース服装科を選択して進学しました。きっかけは4年生の時に就職活動をセオリー通りだとすると思うんですけど、なんか自分の中にもやっとした部分がありまして、でなんだろうなって考えている時にやりたいことをやろうよっていう風にちょっと思ったんですよね。今まで生きてきた中で友達がやりたいことやってるのを横目にすごいなあの子みたいな感じで流してたんですけど、いざ自分がやりたいこと本当にやれてるのかなっていうので考えた時に、そういう時にやっぱ好きなことをちゃんとやろうって思って、親を説得して進学の方に決意しました。服作りの方がメインなので、服装造形っていう実際に手を動かして自分でデザインしたりパターン引いたりっていう自分の作品を作っていく授業が7、8割ぐらいを占めていまして、であと週に何コマか学科があるんですけど、学科は1年生の時は素材論だったり西洋史、服の歴史とかを学んで、2年生では生産管理だったり品質論っていう服の品質ボーダーラインをどこまで通過できているのかっていうのを検査するような授業があったり、本当総合的に学べるカリキュラムになってます。一番好きなのは自分の作品と向き合える服装造形っていう授業なんですけど、分からないことを聞ける唯一の時間なんで、結構すごい重宝してる授業といいますか、でプラスでやっぱり友達と教え合ったりとか、クラスのことコミュニケーション取りながらできる授業なんで、すごい楽しいですね。入学した時に自分の中で決めてたのが、文化服装学院って検定をいろいろ受けれると思うんですよね。色彩検定とパターンメイキング検定とファッションビジネス検定全てで2級を取るっていうふうに目標を立ててたので、すごい力を入れて勉強して取得しましたね。2級だとやっぱり2年生でも学ばないことも結構入ってくるので、先に知ってた授業で復習するみたいな形が結構取れるので、すごいやってよかったなって思ってます。7時に起きて、で8時20分ぐらいに家を出て、9時に学校に着いて、で授業を受けて、そこからアルバイト6時から12時までして、家帰ってから課題2時ぐらいまでやって寝るっていうような生活ですね。自分の友達は結構クリエイティブなことをやってる子が多いので、そういう子たちと一緒に服だけじゃなくて、もっといろんなもの、例えば音楽だったりアートだったり建築だったりとか、いろんなジャンルの子たちと何か協力して一つのものを作れたらなっていうふうには考えてます。本当に文化服装学院って自由だなっていうふうに思うんですよね。やりたいことをやりたいって言えるような環境で、そこに集中できる環境が整ってると思うんで、その中で主体的に取り組む姿勢だったりっていうのが先生たちもすごい評価してくれるので、やるって決めたら最後まで全力で走り切ってほしいなっていうふうには思いますね。
田村かな子と申します。服飾専門課程服飾研究科に所属しております。通常2年間かけて学ぶ内容を1年間に凝縮して短期間で効率よく勉強できる科になってます。結構大学卒業した方とか、あと社会人経験が豊富な方とかが多く集まっているので、結構モチベーションも高く、あと目標もしっかり持っていらっしゃる方がすごい多いっていう印象です。半分ぐらいはアパレル企業に就職して、半分ぐらいは進学します。オートクチュール専攻と、あと技術専攻とデザイン専攻3つがあって、私は技術専攻に進学予定です。就職される方はデザイナーだったりパタンナーとかを選ばれる方が多いです。私自身が社会人経験があって3年間会社に勤めていたんですけど、その会社を辞めるのって最初はちょっと勇気がいるというか迷いもあったんですけど、その中で1年間っていう短期間でしっかり勉強できるっていうのがこの科で、それだったらちょっと勇気出して飛び込めるというか勉強できるかなと思ったので選びました。8割が服飾造形っていう服作りの基礎を学ぶ授業で、作図パターンからあと縫製まで、あとは立体裁断といってボディに実際布を当ててパターンを作っていくっていう授業もあったりします。そのメインの服飾造形が一番好きで、あとは服飾デザイン論っていう結構デザイン発想のプロセスを学ぶことができる授業があるんですけど、それがすごく好きです。色紙とかを適当に三角とか四角に切ったものを並べていって、それをデザインにしていくっていうちょっと変わった発想の仕方を学ぶんですけども、今まで私には考えつかなかったようなそういったやり方でデザインができていくっていうのが学べるのが面白かったです。授業の課題以外は私自身ブランドを立ち上げたんですけども、その活動に一番力を入れてます。去年の3月から本格的に始めまして、今着ているジャケットも私のブランドのなんですけど、デザインを自分でやって作ってっていう風にやってます。かなこ田村って私の名前でやってます。私が結構幼少期から好きだったプリンセスの物語を一応インスピレーションとしていて、プリンセスのように社会に負けず自分らしさを持ちながら強い女性像っていうのを描いていけたらいいなっていうふうにコンセプトとしてやってます。朝は7時に毎日起きて、で9時半から授業を受けて、で4時半に授業が終わるので、その後は家に帰ってご飯食べたりお風呂入ったりして、8時ぐらいからいつも課題を始めて、だいたい12時から1時、すごく遅い時は2時ぐらいまで作業とか課題してます。今やってるブランドをもっと認知度上げていって、国内だけじゃなくて世界中の人に知ってもらえたらいいなっていうふうに思ってます。最初は就職はせずに自分のブランド1本でやっていこうと思ってます。1年間で、短期間でできるっていうところはいいところなんですけど、その分すごく進みが早くて大変なところもあるので、きちんと自分が何をしたいかとか目的とか目標をちゃんと持って入学するといいと思います。小池真子です。服飾専攻科のデザイン専攻に所属しております。本当に服作りに対してすごく自由に幅広く学べる学科だと思っていて、服装科からの一応進学コースにはなるんですけど、服装科の2年間では学べないような特殊な素材っていうのをすごくたくさん扱える学科になってます。服装科から上がってきた方だけじゃなくって復権の方もたくさんいらっしゃいますし、あとは留学生の子もすごい多いので、本当に個性がもう喧嘩してるような、賑わってるような雰囲気ですね。私の周りだとデザイナーだったり企画系の仕事に進む子も多いんですけど、販売の方に行ったりする子もいれば、自分でブランドを持ってやるっていう子もちらほらいるっていう感じです。
株式会社アーバンリサーチに就職します。一応デザイナー職で内定いただいてるんですけど、1年目は生産管理の方に入って2年目以降からデザイナーになるっていう感じです。私もともとオートクチュール専攻に行こうと思ってたんですけど、服装科の卒業制作の時に先輩方のクラスの雰囲気をちょっと見に行かせていただいて、デザイン専攻に行けばすごく幅広く何でもさせてもらえるよっていう風に先輩から教えていただいたのと、あとはその卒業制作を通して自分自身デザインの表現の方法だったりだとか、自分で素材を作ってみたいとか、そういう風な思いがあったのでデザイン専攻に進学しようという風に決めました。8割ぐらいはもう服装造形っていう自分たちで一からデザインして最後まで作り上げるっていうのがメインなんですけど、あとはそれにプラスでデザイン科の授業だったり選択科目で染色だったりっていうのが入ってきます。私はやっぱり服装造形が一番好きで、私この1年間でいろいろ新しいことに挑戦してみようっていう風に自分で決めてて、それが本当に服装造形の時間内ですごく先生方からも教えていただいたりして、今年であれば初めてデジタルプリントに挑戦してみたりとか、あと染色してみたり、あとは自分で布を織ってみたりとか、そういったことをいろいろさせてもらえるので、服装造形が一番楽しいなという風に思います。服作ることだけじゃなくっていろんなことに挑戦してみようっていう風に自分の中で一つ目標があって、それこそその服作って最後発表会とかがあるんですけど、その企画をやったりとか、あとは学校全体だと文化祭の方に関わったりっていうのをすごく自分から積極的にして、今年はいろいろたくさんさせていただきました。アルバイトはパン屋さんで働いてたんですけど、学校のことに専念したいなって思って週に1回とか、ひどい時本当に月に2回とかしか行ってなかったんで、あんまりそこまでアルバイトはしてないような感じですね。将来的には独立して自分のブランドを持ちたいなっていうふうに思っているので、とりあえずこの文化を卒業して企業に就職するんですけど、いろいろまた勉強してできれば20代のうちに独立したいなと思ってます。私フリルだったりとかギャザーとかすごい布の量が多い服がすごい好きなんですけど、なんで自分の好きなものを本当にとことん突き詰めたブランドを作りたいなと思ってます。本当に私自身文化に入る前は服作りを全く知らなかったので、すごい不安に思うこともたくさんあったんですけど、いざ入ってみれば支えてくれる先輩も先生もいて、個性あふれる友達もいて、すごく周りから吸収できることってたくさんあるので、いろいろ興味を持ったことを今度やろうとかじゃなくって、すぐに気になるってなった時にどんどんやってみてほしいなっていう風に思います。そうした時にどんどんそれが学びにもなるし、これできるんだっていう自分の自信にもつながるので、すぐに思い立ったら行動するっていうのを大事に頑張ってほしいなと思います。竹島みなみ、服飾専攻科技術専攻です。服装科と服飾研究科からの進学者が集まる科になります。基礎を学んだ上でさらに応用で学びたい方が集まります。技術専攻では特殊素材を扱えるようになったり、将来パターンナーとして働きたい方や縫製とかを学んで技術を身につける科です。毛皮だったり比較レザーだったり毛人のスーツを仕立てたり、みんなものづくりが好きな人が多いですね。クラスメートはみんなすごく優しくて、先生に聞けばいいこともいっぱいあるんですけど、友達もみんな聞いたら一緒になって考えてくれたり、すごい助けになります。やっぱり技術専攻なのでパタンナーを目指している方やブランドの中で縫製やりたいって思っている方々が多いです。私は松尾インターナショナルという会社に内定をいただきました。総合職として働くので、営業だったり企画や広い視野でアパレル業界と関われるのが楽しみです。
基礎を習った上で縫製技術やパターン力を身につけたかったからっていうのと、立体裁断がもともと苦手だったのでそれを克服したいなと思って専攻科に進みました。服飾造形の時間があります。一人一人がデザインして自分の作品を作っていく時間がもうほとんどを占めてます。で、選択授業でアクセサリーや染色の授業、マーケティングの授業だったり、自分で好きなものを取ることができます。やっぱり服装の授業です。1、2年生の時よりも自由度が高く、自分のこうしたいっていうものを実現できるからです。1年間授業がある中で進路のことも考えながら両立して就職活動を行ったことです。夏休みの時間を使ってインターンに行って実際の働く現場を見たり体験したりできたことです。朝は6時に起きて1時間半とご飯とか食べての支度をして9時前には学校に着くようにしてます。でそこから授業を受けて放課後4時半ぐらいまで授業があるので、その後は家に帰ってだいたい夜の9時から課題を進めて1時から2時の間に寝ます。大学4年間通ってから文化服装学院に来ました。大学でやってたことは建築とかインテリアに関することをやってたんですけども、服だけだから服を作るというよりかはインテリアも建築もファッションもライフスタイルに関わる仕事ができたらいいなって思っています。私は大学4年間通って就職すればよかったんですけど、自分がやりたいなって思っていたファッションのことを早めに行動して学ぶということができたのですごく良かったなと本当に後悔してなくて、迷ってる人がいたら絶対文化に来て勉強した方がいいと思います。渡辺舞と申します。服飾専攻科オートクチュール専攻です。グループ制作がメインでやっていて、オートクチュール界の有名な鈴木則夫先生に教えていただいて、高級素材を使用した授業なので緊張感を持った授業が多いです。一点物を作るものなので衣装とかドレスとかそういうものが多いです。ワイワイしてて元気っていうよりは割と静かでおとなしいかなって思います。舞台衣装とかウェディングドレスの縫製などの技術職に就く人が多いです。劇団四季の衣装の縫製と管理です。小学生の時から母が元から好きだったので、母と一緒に何回も見に行ってて、だんだん衣装に目が行くようになってっていう感じで、今も結構同じ作品を何度も見たりとかしてるので好きですね。舞台衣装をやりたかったので、衣装って一点物なので一個ずつ着る人に合わせて作るっていう一点物を学べるオートクチュール専攻で学びたいなって思って選びました。オートクチュールドクロンが好きでグループ制作をやる授業なんですけど、8人ぐらいのグループで1体のモデルに合わせて制作していくんですけど、鈴木則夫先生にいろいろ自分たちでは思いつかないようなアイディアをいただいて、だんだんいい作品に仕上がっていくのがすごく楽しいです。就職活動ですね。劇団四季に入りたいってずっと思ってたので、そのためにインターンシップに行ったりとか、行った時にも働いてる方とたくさん話していろんなお話を聞いたりして、面接とかでも活かせたかなって思います。だいたい5時に起きて6時半ぐらいまで作業して、個人作品を家でやって、グループで8時に集合して8時から授業が始まる9時20分までグループ制作を進めて、9時20分から16時40分まで授業があって、そこからまた19時までグループ制作をして、で家に帰っ
てご飯とか食べ終わったらまた自分の作業をして12時過ぎぐらいに寝るっていう感じです。普段の授業の時は制作に力を入れたいのでアルバイトはしてなくて、長期休みにまとまってやっています。舞台衣装をやることが決まってるので、そこで俳優の方々が来て動いてる時とかに違和感がないようにっていうか、動きやすいように工夫したりとか、あとは見ている方が演劇だけじゃなくて衣装でも引き込まれるようなものにしていきたいです。自分の作品では使えないような高級な素材をグループ制作で使用できたり、あとは細かい手作業が多いので、そういったことが好きな人にはすごく向いてると思います。